まあ間違ってるな。まあ誤解的というかね、それは悪いわけでは全くないんだけども、その爪チェックとかかな。はいはい。ああ、それはそうですね。よくまあやっぱり料理人さんの中で爪で引っかかるのが切れてる、はいはい。で仕上げ砥石かけたら滑るようになったから、もう一回研ぎ直すとかっていう話があったりして、いやそれは仕上げをかける爪は滑るんだよ、で、ね、爪に引っかかるっていうのはやっぱり皮膚が硬質化したようなところに引っかかるっていうことは、まあ、顕微鏡を見るとかなり刃が粗いので、まあ、そういう意味では、まあ、切れはするけども切れ味がいい状態ではないよねっていうところもやっぱりポイントで、だからそこがもうフィルターになってしまってる人って、そこから抜け出せない。極論その、ね、爪に引っかかっても別にいいし、仕上げかけてツルツルでもどちらでもいいので、一回食材切って食べるっていうのをやってみていただいて、まあ決めていただきたいなと。だからフィルターがここになってしまうと、その後食材切るはずなのに、爪に引っかかることが目的になってしまうんで、やっぱりまあ自分が思ってる味であったりとか切れ方っていうところに実はたどり着けない可能性があるので、そういう意味ではね、あまりまあその爪チェックっていうのはまあ推奨しにくいかなとは思うね。そういう意味でもなんかそのまあ新聞紙を切ったりとかっていうのも一つのその目安、刃先の状態をチェックする目安にはなるのかもしれないですけど、やっぱ食材になってくると側面抵抗だったり厚みだったり、その刃先の状態で全てが決まるわけではないので、まあもちろんそれの状態をチェックすることは前提として大事、まあっていうのはあるんですけど。やっぱ紙が切れたから食材が切れるっていうのはまた違うじゃないですか。結局はやっぱ食材を切ってみないとわからないっていうのがあるんで、やっぱりどんなにやってても本当にね、自分でやっぱり完璧を求めてやったような食材とかって出荷する前に全部食材切るしね、切らないとなんかもう不安が払拭できない。これで大丈夫かなダメかなって、もうその時間がもったいないからもう、ね、すぐ買ってきてすぐ切ったら分かるので、でこれ料理人さんにとっては結構すごくいいところで、切って食べるを繰り返していくと、あ、今日食材の鮮度ちょっと悪いかもとか、それが包丁が原因でそうなってるのか、野菜が悪いのかっていうのをやっぱりちゃんとなんていうんだろう、定量化じゃないけどちゃんと研いでると、やっぱり包丁の方の切れ味が一定化されていくと、食材がまあちょっとねいい日もあれば、まあちょっと味がないっていう日もあったりして、そういったところにいち早く気づけるっていうのもあるので、やっぱりまあちょっとずつでもやっぱり切って食べるっていう癖はつけてもらった方がやっぱりいいのかなって気がするね。食材に対しては難しいかなと思います。刃先のチェックの一つの項目としては参考にはできる。まあ確かにその難しいな、その紙の状態にもよるしね。そうですよね。その紙の種類にもよるじゃないですか。極端な話。新聞紙なのかコピー用紙なのか。でそれが濡れてたら切りづらいし、もちろん乾燥して湿気が強い弱いもあるし。ただ確かにまあティッシュ切りとかはやっぱりその削ろう会とかの方々が結構やってらっしゃったりして、やっぱりまあ実際切ってっていうので、やっぱりそれで切れた方が繊維に沿った状態で2箇所セロハンテープで乗せて切るみたいな、昔結構僕もやってたけども、まあ0よりは1であることはもう間違いなくて、だから全く切れない包丁だったら多分それができないので、ただそれが何を目指してるのかっていう、その目指す目的の問題が出てくるかな。そうだから切れたらもうそれで OK なんですだったらもう全然いいと思うし、ね、全然切れなかったやつがそうやってなったらそれでまあ切れるようになってるっていうのはもう間違いないんだけども、そこから先じゃあその刃先の形状によってまあ味が変わるっていう事実の中で、やっぱりまあそれはどれぐらいそのすごい切れ味が良くて美味しくなる次元であるのか、そうじゃないのか、そこまで判定できるものなのかって言われるとちょっとわからない。削ろう会って基本カンナとかそういう系統ですよね。削るのって基本木ですよね。そうなってくるともうその削るものっていうのが木に統一されてるじゃないですか。まあ硬さの違いはあるとはいえ、でも食材って硬いものから柔らかいもの
油分水分の多いものから少ないもの、もう幅が広いじゃないですか。で形状も全部違うし、で表面をこう削るカンナとはその用途がその一つじゃないんで、やっぱそれを一つの指標に無理やり当てはめると、仮にそれが切れたとしてもこの食材は全然切れないとかっていうのは普通に起こりうるのかなとは思いますね。だからそのね、本当に切れないものが切れるようになったっていうのを測るのには一つあっていいと思うんだけど、でもさっきの、プロの料理人さんはできれば食材切ってもらいたいかな。そこが一番早いですよね。その刃先の形状をこう紙を切った時にこう感じる、その粗いのか細かいのか欠けがあるのかっていうその状態のチェックの一つのその指標としてはすごいいいのかなと思うんですけど、最終的にそれがその食材に対してどうかっていうのはまた違うんで、やっぱ実際にその自分の普段切るものを買ってきて切るのが一番分かりやすいですよね。逆にしてくれると本当はいいんだけどね。要するに食材切って食べて、これが多分一番美味しいなと思ったやつを新聞紙とか何かで切ってこの切れ方すると美味しくなるんだっていう、そういうところを一致させる。逆にあれあんまり美味しくないなって言ったやつを新聞紙で切ったらあれザラザラ言うじゃないとか、そこでね一致をどんどんさせていけるようになってくると、最終新聞紙を切ったら多分もう美味しくなってるよねとか、そういうふうにはできると思うので。そのゴールがやっぱりあくまでもやっぱり食材を切ることが前提の中で、補助具として紙を切るとかね、ティッシュを切るとか、そっちに変えてもらう分にはいいのかもしれないなと思うね。